BTS の末っ子ジョングクは黄金マンネと呼ばれているほど何をさせても完璧にこなしてしまいます。苦手なことはないのではないかと思われるジョングクですが、少し抜けていたり可愛い一面も。今回はそんなポンコツな部分もあるジョングクの黄金マンネは実は天然可愛い大放出をお届けします。意外と秋っぽくすぐ自分の世界に入って一人遊びを始めてしまう姿などを見ることができました。黄金マンネは実は天然ポンコツ集。歌、ダンス、ビジュアルどれをとっても完璧なジョングク。しかもそれだけにとどまらず運動神経抜群で絵の才能もあり、本当に多彩なのですが、火の打ちどころのないジョングクにも実は苦手なことがあるんだそう。そんなジョングクの天然で可愛いエピソードをご紹介します。時々撮影に飽きちゃうマンネ。パフォーマンスに関しては抜群の集中力を見せるジョングクですが、他の場面では飽きてしまって自分の世界に入ってしまう傾向が。特に BTS のバラエティ番組RUN BTS でその様子を見ることができます。ジョングクは体を使ったりするゲームでは本領を発揮し高い集中力を見せますが、推理などの頭を使うゲームになると心ここにあらず状態に。RUN BTS EP110 の車の展示場で脱出ゲームをした BTS メンバー。次々と問題を解いていくヒョンたちとは違って推理系が苦手なジョングクは飽きてきてしまい、とうとうベンチで横になってしまいます。他のメンバーが退勤していく中、ジョングクはいつまで経っても問題を解くことができず、それを見かねたスタッフさんにヒントをもらいながらやっとクリア。何をさせても完璧にこなすジョングクにも苦手なことがあったのが驚きでしたよね。この他にもメンバーが楽しくおしゃべりしている場面でもみんなの話も聞かず一人で遊び始めてしまうジョングクの姿が。それはパーミッショントゥーダンスオンステージソウルが行われた数日後のブライブでの出来事でした。コンサートの感想をメンバーが語り合っている中、歓声を上げることができないソウル公演のために使用されたクラッパーで配信中にもかかわらず遊び始めてしまうジョングク。クラッパーで綺麗な絵を作り、とても満足そうな表情をしていましたよね。撮影に飽きて自分の世界に入ってしまうジョングクの行動は日常茶飯事のようで、他のメンバーたちもスルー。ファンからするとこのような自然体の姿がたまらなかったりしますよね。一人遊び、謎行動。気づくと自分の世界に入り込んでしまい、不思議な行動をしだすジョングクに驚かされているのは BTS メンバーだけではありません。リアリティ番組ボンボヤージュシーズン4でトレッキングをするために他のメンバーが起きるのを待っている際、ジョングクが急に姿を消し、現場スタッフは大慌て。なんと、ジョングクは暇を持て余していたようで、スタッフが知らぬ間に一人で山登りをしていたのです。誰もいない場所だと言っても、一人で行ったのと、世界的スターのジョングクに何かあってはとスタッフはヒヤヒヤ。そんなスタッフの心配をよそに、大きな雪の塊を持って笑顔で戻ってきたジョングク。身体を動かすのが好きなジョングクは思わず山を登ってしまったのでしょうね。そしてまたまたRUN BTS で一人遊びに夢中になっている光景が。それは EP119 フォトストーリーでの出来事で、他のメンバーたちは自分が最下位にならないようにするために議論がヒートアップ。しかしジョングクはその熱い戦いに一切目もくれず、コミカルなダンスを踊ったりしまいにはトレーニング中のようなスクワットを始めてしまいました。アーミーたちはそんな秋っぽいジョングクのことが大好きなようで、 SNS ではたびたびジョングクの一人遊びが話題になります。この日もダンスやスクワットの他に罰ゲームで着せられていたスパンコールの服で遊んでいた姿をアーミーにキャッチされていました。
周りに影響されず、一人でのびのびと遊んでいるジョングクが可愛くて仕方なかったですよね。5本指靴下で作ったものは、2021年9月20日に開催された国連総会に出席した BTS。今回はリーダーの RM だけではなく、メンバー全員がスピーチしたことで、世界中から大きな注目を浴びましたよね。そして、忙しいスケジュールの中、アーミーのために現地でブライブを配信してくれた BTS メンバー。ご飯を食べながら国連総会でのスピーチの感想やどれだけ大変だったかなど和気あいあいと話している中、またしてもジョングクが不思議な行動に。しきりに足元を気にしだすジョングクは、なんと履いていた5本指ソックスをくるくると脱ぎ出し、なんともおかしな造形物を作り出したのです。隣にいた RM は呆れ顔でしたが、現代美術とジョングクの脱いだソックスを褒めていましたよね。ジョングクが作り出した靴下アートを見てメンバーたちも爆笑し、とても平和なシーンで見ているだけで和みました。そして同時にジョングクが5本指ソックスを愛用していたことも話題に。5本指ソックスといえば水虫予防に適したアイテムとして有名ですよね。ジョングクは僕は水虫ではありませんというアイドルらしからぬ弁解をし、履いているのはただ好きで履いているだけ。ご理解をお願いしますと言い、5本指ソックスに対する誤解がないように呼びかけました。この回のブライブは、ジョングクの靴下アートの他にも、自民のスピーチでの失敗談などが語られており、見どころ満載。まだ見てない方はぜひ見てみてくださいね。カメラバッグ大好き。何事にも興味があり、好奇心旺盛なジョングクはカメラが大好き。撮影で使われているカメラなどに興味津々で、自身でも本格的な機材を持っているそう。そんなジョングクは、普段からカメラを収納するためのカメラバッグを愛用していることで有名です。もちろん、大切なカメラを持ち運ぶために、その収納バッグを使っていたのですが、彼はそのためだけではなく、単に機能性が気に入り普段から持ち歩いていたとのこと。ジョングクは身の回りのものが整頓されていないと嫌なタイプで、彼の持ち運ぶスーツケースはいつもきれいに整理されています。海外スケジュールのため訪れたインチョン空港では、そのカメラバッグを2つも持っているジョングクの姿がキャッチされ、本当にお気に入りの様子。そんな彼の姿を見た自民が、このカバンを使うようになって、ファッションに気を使わなくなったと嘆き、ジョングクの誕生日に約30万円するルイ・ヴィトンのバッグをプレゼント。もう、このカメラバッグは捨てなさいと、自民は新しいバッグに荷物を詰め替え始めますが、どこか不満そうな表情のジョングク。やっぱりカメラバッグは捨てれないと言い、よほどこのカメラバッグは大切な存在のようでした。そしてジョングクは愛用するものに対してとてもこだわりが強く、セレブなのにハイブランドにはあまり興味がなさそう。そんな庶民的で少し変わったところがファンの心をつかんでいるのでしょうね。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回はジョングクの天然と思ってしまうような不思議で可愛いエピソードをご紹介しました。ステージ上ではいつも完璧な姿を見せてくれているジョングクですが、普段は少しポンコツな部分もあり、より親しみが湧きましたよね。これからもジョングクはマンネらしい自由奔放な姿を見せてくれることでしょう。